はじめまして、神山丸ごと高専の学生の中谷一心です。写真とちょっと今、髪型の様子がだいぶ変わってしまっているんですけども、出身が北海道で、過去がご紹介いただいた神山丸ごと高専で今在学しています。興味、関心がですね、ものづくり全般と、温泉が大好きで、つい最近、住んでいる神山町の温泉、壊れていた温泉がね、治ったんですけども、ちょっと嬉しくて、頻繁に通っているっていうような感じで、温泉が、大好きです。よろしくお願いいたします。お願いします。そして僕が中本聡です。去年も HNK に参加させていただきました。岡山県出身で、神山高専の2年生です。興味はプログラミングです。神山では今日も授業があって、1時間目は電気電子工学、2時間目は地球自然科学と、なんか不思議な名前の授業がいっぱいあって、毎日楽しいです。はい、お願いします。僕たちが、神山丸ごと高専の軽いご紹介をさせていただくんですけど、神山丸ごと高専は2023年度に新設校として開校した高専で、徳島県の全寮制の学校で徳島県神山町に、位置しています。私たち2人は、2023年度に神山丸ごと高専の第1期生としてこの学校に入学しました。えー今年もです、今年はですね、初めて私たちにも後輩ができて、私たちと後輩合わせて83人で、現在寮生活で、楽しく生活を送っています。私たち2人は去年の6月から FRC という海外のロボットコンテストに出場する花火というチームを立ち上げて、そこから、一緒に活動をしています。今日はこの FRC という大会を通して去年からの活動やそこから得た学びについて、僕たちからお話しさせていただければいいなというふうに思っています。よろしくお願いします。まず私たちが参加している FRC という、大会なんですが、アメリカの、NPO であるファーストっていうところが主催している大会で、15歳から18歳の高校生を対象にしているロボットコンテストです。ロボットだけじゃない世界最大規模のロボットコンテストというふうに書いていると思うんですが、ロボロボット技術、ロボットを制作する技術だけではなくて、社会的な力、社会と関わる力だったりとか、そういったリーダーシップであったりとか、ロボットだけに関わらず、いろんなスキルを高めていこうというのを大事にしている大会になります。FRC を主催している、海外のアメリカの NPO である FIRST っていう NPO があるんですけど、これは、セグウェイを開発したことで有名なディーン・ケーメンさんという発明家がいるんですけど、このディーン・ケーメンさんが1989年に科学とテクノロジーの発達と普及を目的として、設立した NPO で、ファーストのスローガンが More than Robots というふうになっていまして、先ほど言ったように、ロボット技術を高めるだけではなくて、チームワークであったり、コミュニケーションであったり、リーダーシップであったり、社会的な力っていうのを、一緒に学んでいくっていうことをとても大切にしています。FRC の規模なんですけど、世界、アメリカやオーストラリア、ヨーロッパなどで結構盛んな大会になってまして、これは去年の数字なんですけど、なんと世界から9万人の学生が参加して、チーム数としては3000チーム、地区大会っていうが、もう世界中で行われている110地区大会、あるような大きな大会です。これが、FRC の世界の FRC の所在地になるんですが、本当にたくさんのチームが、存在しています。FRC の概要として、毎年1月に新しいゲームルールが発表されて、そこから2ヶ月間という日本のロボコンに比べたらとても短い期間で、ロボット制作があります。で、面白い点として、1対1の試合じゃなくてですね、3チーム1組のアライアンスっていうチームを作って、大会当日に本当にランダムにチームが発表されて、他のチームと組んで試合を行うっていう面白い
大会になっています。すいません。これが、大会、去年のゲームルールで、オレンジの輪っかを、画面に出ているゴールに入れるっていう大会だったんですけど、このように3対3で、競技を行います。で、50キロ強のロボットが、日本のロボットでは、ロボコンではあまり見られないので、ぶつかり合うっていう、ような試合進行になっていて、とても、白熱した大会になります。で、FRC の、日本のロボコン、特殊な点として多視点からの評価っていうのがあります。モアザンロボッツのスローガンのもとに、ロボット制作、にとどまらず、アウトリーチ活動といって、社会貢献活動ですね。FRC ファーストは、科学技術、STEM 教育の普及を、目的としている、NPO なので、それに関わって、私たちがロボットコンテストに参加するだけではなくて、私たちがSTEM 教育をメインにそれを普及する社会貢献活動っていうのが評価に入ります。また、FRC では結構多額の参加費がかかるので、そういった出場に必要な資金調達であったりとか、そういったもの、ロボット制作、ロボットの技術だけではなくて、こういったアウトリーチ活動、資金調達といった様々な、ものが評価対象になっています。以上がFRC の簡単な説明になります。次に私たちのチーム、花火についてちょっとご紹介させていただきます。花火は、日本で5番目となる、日本では FRC というのは全然盛んではなくて、日本でまだ5番目なんですけど、私たちが。で、日本初の学校ベースのチームとして活動しています。丸ごと高専生27人で、現在も活動中です。発足はですね、去年、の6月に日本で初めて世界大会に行ったチームの代表さんが講演に来てくださって、その講演をきっかけに発足しました。FRC の、社会貢献活動、アウトリーチ活動、を達成するために私たちはチームミッションというのを定めていて、私たちは放つ未来に咲くものづくり文化の火種をということで、子どもたちの未来の、ものづくり人材を育てていこうというふうに、ミッションを設定して活動しています。FRC は本当ロボット制作だけではなくて、大会参加費約100万円がかかったりとか、まだ日本で地区大会が行われていないので、海外に参加すると渡航する必要があるんですけど、のために多額のお金が必要で資金が必要であったりとかっていうのがあるので、役割分担をして現在活動しています。ロボット、社会貢献活動、アウトリーチです。アウトリーチ活動のための、企画班、チームの資金集めをする運営班、チームの資金集めのためには、チームの、知名度を上げていかなきゃいけないということで、ブランディング班というふうに役割分担をして活動しています。で、私たちは去年、チームを発足して、大会が4月だったので、大会シーズンが2024年シーズンに私たちは参加したんですけど、日本からハワイの地区大会に参加しました。去年はチームを発足してロボット経験者、本当にゼロというところからスタートしました。去年のゲームルールはこの輪っかをボールに入れるっていう競技だったんですけど、本当に知識がゼロというところだったので、もうこういった木で作ったようなプロトタイプ作りから、始まり、2ヶ月半という短い期間の中で、僕たちもスキルが全然なかったので、技術力のあるスポンサー企業様にご協力をいただきながら、ロボット作りを進めていきました。これが初めて、リングを競技の課題を達成することが、球を飛ばすっていう動きを初めて成功させた時なんですけど、本当にゼロっていう、経験ゼロっていうところから、ここまで作り上げることができて、無事に大会に参加することを作り上げることができました。時間がありますね。次資金集めについても、去年は参加費が100万円ぐらいかかるのと、日本から
ハワイに渡航するというので、渡航費が大きくかかって、750万円の必要資金が必要というところからスタートしたんですけれども、たくさんの企業にご協力を自分たちで、協賛のお願い、プレゼンをさせていただいて、去年1年間で18社のスポンサー様から750万円の協賛をいただくことができました。続いてアウトリーチ活動についても、去年は、子どもたちにプログラミングを教えるプログラミング講座であったりとか、ものづくりの始まり、初めの一歩として、ペットボトルロケットを作るというワークショップであったりとかっていうのを、で、こういったものづくりの大切さを、ちょっと喋らせていただく登壇イベントに参加したいなど、全25回のアウトリーチ活動を行うことができました。私たちは去年、こんな活動をしながらFRC のハワイ大会に出場して、東京インスピレーションアワードという新人賞をいただくことができました。続いて、今年2025年シーズンのちょっとお話をさせていただきたいと思います。今年1年生、今年、亀山の今年に1年生が入ってきて、新メンバーを迎えて、現在も今年2025年シーズンの FRC 大会出場に向けて活動をしています。やった今日ー。もこんな感じで、感想1年生に初め嬉しいですてロボットのプログラムを書いてもらって、動かしてもらうっていうのを今日活動してきました。今年の課題なんですが、新メンバーが入ってきて渡航人数が増えるので、大きく必要資金というのがかさんで2000万円。ロボットの開発もちょっとレベルを上げていきたいなということで、スワウと呼ばれる難しいタイヤの機構に挑戦したいなというふうに思っています。では、これから社会に関わる活動ということで、STEM 教育を日本で普及させていくための活動を、アウトリーチリーダーの中本の方からちょっと紹介させていただきたいなと思います。はい、今年は日本の地方ということで、都市部と地方で言ったら都市部の方が高校や塾が多いっていうことで、かなり地方では教育の格差が見られるっていう、課題に着目して、私たち花火は今年は日本の地方に着目して活動を行っています。具体的には、ロボットコンテストを開催するとか、当自身のボランティアに行くとか、花火のイベント参加者が集まれる SNS のコミュニティサービスを開発するとか、他にも企業の方と一緒に共同のプロダクトの開発を行うなど、様々な活動を行っています。最近では、香川県の児童施設の子どもたちと一緒に、ロボットを動かして輪投げの遊びをしてみたりとか、自分たちがいる神山町の、子どもたちと一緒に温泉のオープンイベントとともに、ロボットを動かして輪投げを行って、本当に子どもだけじゃなくて、お年寄りの方も一緒に、全員でロボットを楽しむことができました。今まで6ヶ月間で1200人のリーチを行っていて、これからもものづくりのワクワクを本気で届けたいと思っています。また先日、先週末、3連休ではロボットコンテストを開催しました。神山丸ごと高専では、初めての宿泊イベントの開催で、花火のメンバーの1年生が主体となって、みんなでスケジュール組んだりとか、予算書いたりとかして、すごい裏も、バックエンドもフロントエンドもしっかり、頑張って、みんなが楽しめるようなロボットコンテストを開催しました。ロボットコンテストチームがロボットコンテストを開催するっていう、すごい、奇妙な絵ですが、そういうルールを自分で考えたりとか、審査をしたりとか、運営側の目線に立って経験ができるっていうのはすごく大きな学びでした。こんな感じで、3日間だけでこんな素晴らしいロボットを作ってくれました。また私たち花火は企業に資金調達をしにプレゼンをするんですけども、この3日間のうちの Day2、2日目でも、企業の役として花火のメンバーが自分たちの企業ロゴを持ってきて、プレゼンをしてもらって、部品と一緒に交換するみたいな、そういう花火で、僕たちが学んで、すごい価値のあることだな、みんなに学んでほしいなって思ったことを、みんなに凝縮して、運営側として、すごいいろんな学びを得られました。また、独自コンテンツとして、マスポスと呼ばれる数学の問題が書かれたポスターを街中に貼るなどのイベントも行ってきました。最近では、このマスポスを電子化して、ウェブサイト上で、街にあるマスポスの QR コード、ポスターの QR コードを読み込んで、
スタンプラリーに参加するというコンテンツも作っています。また、高専ならではのことなんですけど、花火チルドレンと呼ばれる花火の、イベントに参加した子どもたちが、このように SNS に参加して、自分たちで、お題などを見て、ものづくりを投稿していくという SNS アプリを開発しました。また、外部の人たちと協力して、これは僕が作ったんですけど、プロゲート、皆さんわかると思います。プログラミングを勉強するためのサイト、すごい使いやすくていいんですけど、それの、ロボットバージョンを作りました。僕たちが、参加している FRC は日本チームが少なくて、全部ドキュメントも英語なので、英語解読できないよっていう僕たち、去年すごく困ったんですけど、経験した僕たちだからこそ分かる、その大変さとかを踏まえて、自分たちでスライドとかを作って、このプロゲートのようなシステムを作りました。ちゃんと不正解とか正解とか出て、実際にこれで、最近のロボット班ではこれを使ってプログラミングを学んで、さっき見せた動画でも、勉強した成果がちゃんと出ているっていうことが、活動の中ではっきりしてきました。このように活動を通して、すごいものづくりに触れられていて、もちろん皆さんも同じように機会がないとものづくりってしないと思うんですけど、花火は僕たちにとってそういう機会を作ってくれる場所なので、すごくそこには感謝しているなって思ってます。ただ、あくまでも FRC って、誰かが作った FRC というコンテンツで、そこの中で、2年弱活動していますが、やっぱり誰かが作った場所で、頑張っているっていうのは、ちょっとだけ俯瞰してみると、物足りないというか、自分たちで作った場所で自分たちで活動していきたいなっていう思いもあります。この花火の活動を通して僕たちは、資金集めはもちろん、英語でのコミュニケーションとか、イベント企画実施、ものづくり、プレゼン、メール作成スキルとか、本当にいろんなことに触れられて、しかもこれを全部15歳という、すごい若さから、得られるという、こういう機会があるってことが、僕たちのすごいアドバンテージだなと思ってます。なので、この経験たちを、学生たちは軸にして、これをバネにして、花火を通して得た力で社会に変革を起こしていこうという前向きな感じで、みんな頑張っていきたいと思ってます。ということで、今回は、社会に、社会に革新を起こすロボットコンテストチームとして花火からのプレゼンでした。以上です。ありがとうございました。はい。中谷さん、中本さん、ありがとうございました。チャットにですね、一つご質問が来ております。奈良高専 OB の方でしょうか。先生はこの活動にどれくらい関わっていますか。また、今後、他の高専の皆さんを巻き込んでいくような計画はありますかという質問ですが、お答えいただけますでしょうか。はい。先生がどれぐらい活動に関わっているのかというところなんですけど、一応私たちのチームのメンターという形で学校のスタッフ2名が、ついてくださっているのですが、あくまで学生主体のチームということで、今は活動内容としてはロボット制作をしたりだとか、今年の大会渡航の準備の資金調達であったりとかをしているんですけど、そういうのも学生主体でほとんど進めていて、資金調達の、例えば、メール制作、マナーであったりとか、そういった、チェック、あくまでチェックというか、ですね、ちょっと下の方で支えてもらっているという形で先生に、スタッフの方に、ご支援をいただいているんですが、主に活動の本当に大体の、なんて言うんでしょう。ほとんどが学生主体で動いております。はい。他の高専の方々を巻き込んでいく計画についてはどうでしょうか。そうですね。まだこれから他の高専の皆さんにも FRC に参加していただければいいなというのは本当に思っていまして、まだ日本のチームがとても少ないので、もっと FRC、社会貢献活動であったりとか、資金集めっていう部分ですごい学びを僕たちも得ることができているので、ぜひ他の高専の皆さんにも参加していくか、他の高専の皆さんが参加していくっていう風潮ができていけばいいなって思っていて、で、つい
この前ですね、高専ではないんですけど、他の学校の方から FRC を立ち上げるたいので、ちょっと手伝ってほしいみたいなご協力の依頼とかが来ていて、今後、本当にまだメジャーじゃない、この日本ではメジャーじゃない FRC という大会を普及していくために、こういった講演活動とかを通して、増やす、出場するチームも増やしていけたらいいなって思ってますし、まだ若いチームということで、去年、僕たちいろいろ、困難だった直面した課題とかがあるんですけど、そういった経験をシェアしながら、増やし、出場する高専を増やしていきたいなと思ってます。あと、ただいま、送らせていただいた SNS のリンクとか、Gmail も見ていただいて、また連絡していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。